皆さんこんにちは。今回は健康についてお話ししていきたいと思います。健康といってもいろいろあると思います。病気にならないことか、それとも何不自由なく生活できることか、あげようと思えばいくらでもあげられると思います。今回はどうしたら健康を維持できるかお話ししていきたいと思います。健康で最も重要視されているのが食事、運動、睡眠、これら全てに共通しているのは生活習慣なのです。結果的に言ってしまえば、いい生活習慣を送ることで健康な体や心を維持できると思います。確かに言葉だけ聞いたら簡単だと思います。しかし、分かっていてもやらなかったり時間がなかったりします。もっと少しお話が長くなってしまいました。それでは本題に入ろうと思います。まず食事ですね。まず栄養バランスのいい食事をとることは言うまでもないと思います。これらの栄養素をバランスよくとることが大事です。ちなみに一つを取りすぎる、いわゆる偏りのある食事を避けるようにしましょう。じゃあなぜ食事に気を使わないといけないのか。それは私たちの体は食べたものでできているからです。それではまずはおすすめの食べ物です。それは納豆卵かけご飯ですね。今からその理由を言いますね。まず納豆に含まれている成分についてですね。納豆には主にタンパク質が含まれております。そして納豆にはなんと5大栄養素すべてが含まれているのです。卵にもタンパク質が含まれます。卵は質のいいタンパク質が含まれています。そして卵かけご飯は安い。健康にも良くて安いなんてすごいと思いませんか？しかし大豆もアレルギー食品なので、湿疹が出たり呼吸困難になったりしてしまう可能性があるので、何か違和感やかゆみなどが出たら早いうちに病院に行きましょう。次は味付けが濃い人へ。皆さんお寿司など食べるとき醤油をつけたりしますか？その時に周りから「あんた醤油つけすぎじゃない？」と言われたことはありませんか？みんなと同じ味付けだと物足りないと感じたことはありませんか？ちなみにこれ健康と関係あるの？と思われた方いませんか？塩分の摂りすぎは糖尿病になる確率が上がってしまいます。ちなみに小さい頃から濃い味になれると薄い味付けのものを食べなくなります。その食を続けてしまったら大人になった時に健康でいられると思いますか？正直何かしら病気になってしまうと思います。ではどうしたらいいのか。それは口直しすることです。私のおすすめはだし汁です。鰹節、昆布、乾燥したしいたけを混ぜたものです。ちなみにこの人一時的に治りましたね。いつも夏になるとこの人かき氷食べるんですけど、いつもシロップをかける量がおかしいイメージですね。ちなみにかき氷シロップは無添加なものなら問題ありません。何を言いたいかというと、舌を治すことで塩分の摂りすぎなどをなくし糖尿病などになりにくくしようということです。まとめると、栄養バランスが取れた食事、塩分の摂りすぎを防ぐため口直しをしよう。次は運動ですね。皆さんはいつも運動してますか？ちなみに運動といってもマラソンとか激しくなくてもいいんですよね。例えばヨガやストレッチなど軽く体を動かすだけでいいんですよね。テレビを見ながら軽く体を動かしたりすることをおすすめします。ちなみにヨガと筋トレの違いはご存知ですか？ヨガはゆっくり深い呼吸で行う有酸素運動で、筋トレは酸素を使わない無酸素運動と言われています。まず有酸素運動と無酸素運動の違いですね。有酸素運動はヨガのような酸素を使用し時間をかけて行う継続的な運動です。無酸素運動は短時間で高い負荷がかかる運動のことですね。ちなみにダイエットを目的とした場合、無酸素運動から有酸素運動を行うことをおすすめします。しかし有酸素運動、無酸素運動ともにメリット、デメリットが存在します。それらを簡単に話しますね。まず有酸素運動から。メリット、運動しながら酸素を使うため心臓が活発になる。エネルギーの代謝により脂肪を燃焼する。しかし無理はしないで自分に合ったやり方やペースで行ってください。デメリット、やりすぎると疲労感がたまり脂肪だけではなく筋肉も使ってしまう。要はやりすぎなければ問題がないということですね。無酸素運動ですね。メリット、筋肉がつくので太りにくい体になる。短時間でできる。デメリット、体脂肪が落ちにくく有酸素運動に比べ消費カロリーが少ない。さて次
次は睡眠ですね。皆さんはいつも何時間寝ていますか？睡眠不足は生活習慣病や認知症になりやすくなってしまいます。睡眠には主に記憶の整理、疲労の回復、修復成長などの効果があります。ちなみに睡眠不足だとイライラする以外に肉体的、精神的に病気が進行する可能性があります。睡眠の時間は人によって差がありますが、最低でも5時間から7時間は確保できるといいと思います。しかしショートスリーパーという短い睡眠時間で大丈夫な人がいます。ショートスリーパーは睡眠時間が短いけど健康に問題あるの？という疑問を持ちませんか？寿命には影響しないと言われていますが、頭痛や集中力の低下など少しだけ影響を受けてしまいます。次は子どもの睡眠不足についてですね。皆さん寝ている時に成長ホルモンが分泌していることはご存知ですか？もし寝るべき時に寝ないと成長ホルモンが妨げられてしまい、健康面にも影響し、学習面でも影響してしまいます。学習面は記憶力の低下につながっています。それ以外にも感情コントロールが難しくなったりします。睡眠不足はイライラしやすくなり、感情コントロールが難しいと私は思います。もし最近キレ気味だなと感じたら、自分の睡眠時間などを確認してみるのもいいと思います。一旦整理しますね。睡眠には記憶の整理、疲労の回復、修復成長の効果がある。寝ている時には成長ホルモンが分泌する。逆を言えば、睡眠不足はホルモンの分泌を妨げられるため、健康面にも教育面にも影響してしまう。以下のことを踏まえると、睡眠不足は脳に大きなダメージを与えるということがわかります。人によっては仕事が忙しいから3時間しか寝れないという人もいると思います。しかし夜遅くまでゲームしていたりする人はぜひ1週間ぐらい早く寝てみてはいかがですか？あとテスト期間で夜遅くまで勉強している人、気持ちはわかります。しかし夜遅くまでやった結果、テスト中眠かったり体調崩しては意味がないと思います。睡眠不足は自分の寿命を縮めてしまう原因の一つです。今ここにいる人はほとんど健康に興味がある人だと思います。もし十分な睡眠が確保できていないと思ったら、今日からとは言わずとも早いうちから改善した方が良いと思います。今日は食事、健康、睡眠とかなり当たり前なことを解説しました。しかし食事が守れていても運動ができていない、睡眠時間が少ないという人が多いと思います。もし私生活においてこれが足りないなどがありましたら、ぜひ早いうちから改善していきましょう。食事、運動、睡眠すべて欠かせないものです。今まで知っていたけど行動に移せないという人はぜひこれを機に行動してみてほしいです。この動画が皆様の役に立てれば嬉しいです。このチャンネルでは主に健康や未来、ウフ主が興味を持った内容についてあげていこうと思います。もしこの動画がいいと思った人はチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が皆様の役に立てれば幸いです。これからも皆様の役に立ちそうな情報を発信していきます。これからの活躍を見守ってくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。